皆さんこんばんは。ウルティマ4実況動画ついに第6弾になりました。今回ですね、ついに健常の神殿で啓示を受けることができましたので、ぜひ最後までご視聴ください。前回船を手に入れて健常の神殿がアビスの北にあることを突き止めて、健常の神殿の手前までたどり着いたんですが、神殿に近づこうとしたところ、大量のデーモンに襲われて全滅してしまいました。その後ロードブリティッシュ王に復活させてもらって、ブリタニア城から今回の冒険を始めていきます。主な目的は銀の角笛の入手になるんですが、その前にもうちょっとパーティーを強化したくて、魔法の使えるキャラクターを1人3人目の仲間として迎え入れたいと思います。それにしてもブリタニア城の周りの敵が少し強くなっていますね。ウルティマ4では自分のレベルに合わせて出てくる敵も強くなるので、そのせいかもしれません。まだレベル4なんですけどね。ではムーンゲートで魔法使いの町ムーングローに向かいたいと思います。待ってる間に戦闘に巻き込まれて少しロギンもたまりました。ムーングローには直接行けないのでトリンシックを経由していきます。それではムーングローにレッツゴー。はい、無事到着しました。ブリタニア大陸の東にあるムーングローに来ました。早速町に入りましょう。ここは前回南にあるアビスに行く時に一回立ち寄っています。その時は飛躍を買いました。今回は魔法使いのマリアを仲間に入れるのと、誠実の徳についても少し情報収集をしていこうと思います。魔法使いの町だけあって魔法に関する情報も手に入れることができました。例えばこのコシマさんっていう人は眠りの魔法に使う雲の糸は1個でいいということを教えてくれました。マニュアルだと2個なのでちょっとお得な情報でした。ウルティマ4ってこういうちょっとしたユーモアさというか生活感みたいなのがちゃんと街にあって面白いんですよね。しばらく情報収集をして街の真ん中の北にいるマリアを発見しました。さあ冒険の旅に誘いましょう。マリアは仲間になるキャラクターの中で最も MP が高いので頼りになります。といってもまだ魔法を潤沢に使えるほど裕福なロギンはないんですけどね。マリアを仲間にしたことに夢中で、結局誠実のルーンとかマントラの情報は得ずに、一旦まずはマリアの武器を買いにブリテインに戻ることにしました。しかし冒険者パーティーらしくなってきました。それではブリタニアへレッツゴー。はい、では早速ブリテインの町でマリアの武器を買いましょう。もちろん武器はスリングです。この後主人公にレザーアーマーも買ってちょっとずつ冒険者パーティーっぽくなってきました。はい、それではここから北部山脈を越えた先にあるエンパサービーを目指します。マジンシアで入手したどこかのお城の次女というのがエンパサービーである可能性が高いので、乏しくなったロギンを補充しながら向かいます。エンパサービーの前にまずは U の町、正義の徳とドルイドの町に寄っていきます。町の南にはインディ・ジョーンズに登場する少年がいて、ちゃんとインディ・ジョーンズの話をしてきます。ちょっとした隠れキャラですね。こまめに慈悲の徳も上げながら正義の徳について聞き込みをします。町の東端にいるのが多分イアナですね。仲間になるキャラクターですが、マリアに比べると魔力が少し低いので、今回は先にマリアを仲間にすることにしました。今は3人パーティーで旅を続けたいと思います。 U の町には裁判所があります。裁判官のタルフォードに話しかけると、
汝いかなる罪も犯したことないと偽りなく誓えるかと聞かれるので、ノーと答えると、ならば牢獄にて悔い改めよ、その地の罪人と共にくまなく探すがよいとヒントをもらえます。というわけで牢獄の中をくまなく調べてみます。こっちではないですね。上の牢屋も調べてみます。すっごい邪魔してきますね。はい、正義のルーンを発見しました。あとはマントラですね。裁判所にいたピンロットっていう男に話しかけたところ、マントラはドルイドが唱えてるって言われたので、いかにもそれっぽいドルイドの集まりのところに来ました。仕事を聞くと BH と唱えてるので、これがマントラですね。無事正義のルーンとマントラも手に入れたので、ユウの街を後にしたいと思います。目指すはエンパスアピーです。はい、無事にブリタニア大陸北西にあるエンパスアピーに到着しました。ここにいる次女が銀の角笛のありかを知っているんですが、一通り、話を聞いています。特に重要そうだったのが、ここの王様であるロード・ロバートが話していた通貨の言葉の一辺です。3つのシンボルのうち1つを知っていると言われ、聞くと AMO だと教えてくれます。これ多分他のお城のロードブリティッシュを除く他のお城の王様なりが残りの2つの言葉も知っているんだと思います。で、どこかで使うのでしょう。はい、そして城の南東でスザンナというとても可愛い女性を発見しました。で、この人が次女なんですけど、すごい塩対応されるので、仕事とか聞こうとするとすぐ立ち去ってしまいます。なのでとっとと角笛のことについて聞きます。本について聞くと、パラディンのマルコアがナンジラを銀の角笛のところに導いてくれるだろうと教えてくれました。いや、嘘だろう、せっかく次女までたどり着いたのにまたマルコアって人物探すのかと思ったんですけど、同じ城の、すぐ上の診療所の中にマルコアというパラディンがいました。早速彼に角笛について聞いてみます。スピリットウッドの端の小さな島に銀の角笛が埋められているというものがいると教えてくれました。これで場所が分かりました。あとは探すのみです。スピリットウッドはこの辺りなので、スカラブレーの北にあるのかなと想像しました。過酷な北部地帯の旅で結構体力も削られてきたので、戦いを避けながら、ブリテインに戻ろうと思います。はい、無事ブリテインに着きました。宿屋で体力を回復して銀の角笛を探す旅に出たいと思います。で、実はですね、この宿屋で泊まった後から献上の神殿にたどり着くまで録画を忘れてまして、後で角笛のあった位置はまた行きたいと思いますが、動画としては献上の神殿のアビスの島に着いたところからになります。この後いくつかの苦労をしてやっと角笛を手に入れて、航海をしてアビスの北岸に再びたどり着きました。いや、でもこっからでも録画しといて本当に良かったです。はい、こっからデーモンが出現するので角笛を吹きながら進みます。で、一回吹くだけじゃなくて数歩おきに角笛は吹いた方がいいです。さあ、献上の神殿に本当にやっとたどり着きました。本当は最後に来る神殿に最初にやってきましたね。入りましょう。
さて、本当に健常の徳は最高値まで高まっていたんでしょうか。ちょっとだけ心配ですけど、祈りを捧げたいと思います。Humility サイクルは3です。いやー、本当に長かったですね。一つの神殿を攻略するのにものすごい時間を要した気がします。特にこのデーモンの大群にやられた時はもう先に他の神殿を攻略してから来るべきかなと思いましたし、でも徳は健常だけが最高値まで達していると占い師のホークウィンドウには言われたので、めげずについに銀の角笛も入手してここにたどり着くことができました。3回マントラを唱えたら何が起こるんですかね。ちょっと楽しみです。来ました。健常の徳極まれり、汝のうちに聖なるかけらを認む。なんか神社の鳥居とか音符に近い何らかの啓示を受けました。では再び笛を吹きながらこの島を脱したいと思います。見てください。ここに白いポッチが出ました。これが8つの徳文全部揃うとアンクの形になるんです。ついにウルティマ4の冒険が進んだ感が出ましたね。で、今どこに向かっているかと言いますと、銀の角笛を拾った場所です。その場所だけお教えして今回の冒険は終わりにしたいと思います。結局スカラブレイの北ではなくて、ジェロームから北上したブリタニア大陸本土の、スピリットウッド南端の岩礁地帯にありました。上陸したここです。はい、それでは第6回の実況はここまで。長くなりましたがご視聴ありがとうございました。